皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。前回はあまりの強風で外に出て作業ができず、胴切り予定だった多肉もあったんですが、急遽予定を変更してイベントで購入してきたこのクリスペートビューティーなどの多肉をご紹介していきました。そして今日はやっとこのピンクベラの胴切りをすることができます。この小カブちゃんたち、早く大きく育ててあげたいので早めに胴切りしたかったんですよね。そしてこのブランコもあまりに茎が伸びすぎてしまっているため、これは仕立て直しをしようと思って持ってきました。最初のトップバッターはこのクリスペートビューティーです。小株がたくさんついているのは嬉しいんですが、やはりこれだと窮屈そうなので少しでも大きく育ててあげようと思い、今日は大きめの小株を2つ外していきます。なるべく葉を傷つけないように茎だけを狙い慎重にカットしていきます。綺麗にカットできたと思ったんですが、なんとカット予定ではない株も一緒についてきてしまいました。もう一つはこの大きめの株だったんですが、仕方がないので予定通りこちらの株もカットします。今度は一株だけきれいに外すことができました。ブラーンとしていた葉は後で葉差しに使おうと思います。本当はもう少し葉を取っておきたいところですが、まだ株も小さいため、とりあえずは葉差しよりもこの小株ちゃんたちを大きく育てることに専念したいと思います。そして結局6株あったうちの3株を外したので、残りは3株になりました。小株を外したせいで株元が少しぐらついていたので、ピンセットで株元をつまみ土の中に引き込んでおきました。これもまた大きく育ったら株分け予定です。そして外した苗を土に植えていくんですが、植えると言いつつも土の上に乗せるだけなんですけどね。そして予定外に一つ多くカットしてしまったため、新しくビニールポットに土を入れてきました。最後に1枚だけ取った葉差しも忘れずに。これでクリスペートビューティーの株分けは完了です。次はこのブランコを胴切りして仕立て直ししようと思います。この場合どこからカットするか少し迷いますが、とりあえずロゼットは大きいまま残したいので、ここら辺でカットしてみることにします。そしてなるべく葉を傷つけたくないため、手で葉を持ち上げながらゆっくりカットしていきます。この時テグスを使って胴切りする方法もありますが、私は多肉の葉を傷つけてしまうことが多いため、あまりテグスは使わないで多肉を胴切りすることが多いです。皆さんはどのようにして多肉を胴切りしていますか？もっときれいに簡単に胴切りする方法があったらぜひコメントしていってくださいね。と言っている間にポロッと最後は取れてしまいました。そして残念ながら1枚だけ葉が傷ついてしまっていました。これは残念。一応この傷ついた葉も葉差しに使って様子を見ようと思います。
もちろん元株の方からも葉ざしを取ろうと思いますが、今回茎が長く伸びているので葉ざし用の葉をたくさんもぐことができて、これはラッキーでした。全部で20枚ほど葉ざし用の葉を取ることができました。そして小株もすでについているんですが、この小株ちゃんまだまだ小さいので、もう少し大きくなってから親株から外したいと思います。少し土が少ない気がしたので、株元に土を寄せています。胴切りしたロゼット部分も少し茎が乾いたようなので、ロゼットが鉢の真ん中に来るように土の上に乗せました。もいだ葉ざしは20枚ほどありましたが、大きめのこのビニールポットにすべての葉ざしを挿しておくことにしました。今のは見なかったことにしてくださいね。夏にたくさん多肉をダメにしてしまいましたが、その後も多肉をたくさん購入してしまったので、最近また多肉の置き場所に困っています。なので今回も少しでも鉢が増えないように葉ざしも一つのポットに押し込んでいきます。ここでリスナーさんの皆さんにお知らせがあります。インスタグラムで多肉の写真をアップしているなりすましアカウントがあるそうです。何人かのフォロワーさんから注意喚起のご連絡があり、どのような被害が出ているかはわからないのですが、皆さんも被害に遭わないようお気をつけくださいね。そしてご連絡くださった皆さん、ありがとうございました。ブランコの葉ざしも完了です。2月の終わりに胴切りしたカバディを覚えていますか？螺旋状にこぶいていたカバディを胴切りして9ヶ月後、小さかった小株もこんなに大きく成長して立派な群生に育っていました。このカバディも大きめの子をカットしてまた増やしていきたいと思います。そしてこのピンクベラも先ほどのカバディと同様に螺旋状にこぶいているため胴切りしていこうと思います。このピンクベラの胴切りは先に数枚葉をもいでからしてみようかな。下葉から取るのではなく途中から取るので、きれいに葉を取ることができるか心配でしたが、少し茎の皮がついている程度できれいに取ることができました。同じようにもう一枚葉を取ってみますね。葉が取れにくい場合は左右に揺らしながらゆっくり取ります。それでもやっぱり茎の皮が少しついてきてしまいました。葉を取った箇所を見ていくとこんな感じです。これなら胴切りもしやすいですね。やはりブランコを胴切りした時よりも簡単に胴切りすることができました。ちなみに斑入りの多肉を葉ざしすると先祖返りして斑が入らないことがほとんどなんですが、このピンクベラは斑入りしか持っていないので先祖返りしてもいいかなと思い葉ざし用の葉を取っています。
なぜなら、胴切りして小株が大きくなってくると、この今ついている葉は枯れてしまうので、葉ざし用に葉をもいでおくのがおすすめです。胴切りが終わり、この小株たちが大きく育つのが今からとても楽しみです。そして胴切り直後のこの株は葉焼けしやすいため、しばらくは直射日光に当てずに管理してあげてくださいね。カットしたロゼット部分の植え付けも完了です。最後にこのピンクベラの葉ざしをして今日の作業は終わりです。皆さんの多肉ちゃんもこんな風に螺旋状にこぶいていたら胴切りしてみてくださいね。そして葉ざしにも挑戦してたくさん多肉を増やしてみてください。はい、ということで今日の動画はこのクリスペートビューティーの小株を外して増やす作業と、ブランコの胴切りと葉ざしをもいで増やす作業、そしてピンクベラの胴切りと葉ざしを取っていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。